12ガマリエルの説得。集会所がきれいに掃除されてから長老たちは静かに着席した。ガマリエルは一人一人にペテロとヤコブの話について感想を聞いた。一人ずつ立ち上がっては弁解を始めた。彼らは異口同音に十二使徒を責め、彼らの教えは邪悪で毒麦のようであると主張した。ガマリエルは一人一人の意見に耳を傾けていた。しかし誰一人としてガマリエルの心中を読み取れる者はいなかった。彼の額は滑らかでシワがなく、彼の瞳は澄んでいた。大祭司は心密かに聖賢ガマリエルがきっと長老たちの意見に賛成してくれるものと勝手に想像し、最後に立ち上がって堂々と自分も長老に同意する発言をした。諸君たちもご存知の通り、彼らの犯罪行為は尋常なものではない。密かに国家の転覆を図り、我々の座を覆そうと狙っているのである。何と言っても許せんことは、イエスの肉体が生き返ったなどと抜かした上、キリスト、救世主であると吹き込んでいることである。大祭司の話が終わってからガマリエルは立ち上がった。ここにおられる兄弟、長老の方々よ。彼らがキリストと称している男は死にました。私にはそんな人間とは関係ありません。それよりも私たちが判断を下さねばならぬことは、その人の教えがどんな結果を生むかにあるのです。まずはじめにヤコブの話に触れてみましょう。彼はこの救世主が人間性についてとても賢い理解を持っていたことを示してくれました。すなわち人間とは半ば動物的であり、半ば霊的存在であると。人間が動物的に生きて、自分の食物だけを追い求め、親族や他人のことには一切お構いなく生き続けていくならば、現体制下では必ず貧乏人が飢え、大飢饉が発生いたします。キリストと称する男は、このことを見通していたようです。もし霊の力によって、動物的生き方をやめて、霊的に生きるようになれば、秩序を回復して、すべての所有を分配し、余剰分は蔵に蓄えて、飢饉の時に備えると言っているのです。皆さん、これはユダヤにとって大いなる救済でありますぞ。彼らはこのような組合を作ろうとしているのです。長老の一人が言った。あなたはあのナザレ人の弟子のようだ。他の長老たちが彼をあざけって言った。あなたはあいつらの仲間になったのですか？ガマリエルは答えて言った。そうではない。私がどうして仲間なのですか？私は結果をもって判断しなさいと言っているのです。この人たちはイエスが模範を示したように、動物的側面を覆すことができないかもしれません。死が与えた知恵に従おうと努力し、少しでも真理に近づこうとしても、途中で挫折してしまうかもしれません。あの連中は確かにイエスの教えを繰り返し語り継げるでありましょう。しかし自分たちの預言者を殺してしまった責任を、大祭司になすりつけ、自分たちの教師を木に吊るした人々への復讐を図るかもしれません。さらに多くの人々を扇動して、かの死が教えたこと、敵を愛しなさいとか、あなたが憎む者を祝福しなさいという言葉に反するようなことを始めるかもしれません。ガマリエルは学識のあるギリシャ人について学んだので、非常に理性的な人物であった。それで反対者も賛成者も彼の説得によってみんな黙ってしまった。ガマリエルが言いたかったことは、キリストの教えは霊的なものではあるが、その弟子たちは死のように振る舞えないであろうということであった。ガマリエルはみんなに向かって言った。私は決してキリストの弟子ではありません。今ここで私は弟子たちのことに触れ、彼らをどうしたらよいかを考えているところです。まさか彼ら12人をローマ総督にお願いして、木に吊るしてもらうことはできないでしょう。彼らはすでに多くの奇跡を起こしています。ことにローマ人の娘の病気を治したことは、総督の耳に入っています。ペテロと称する者が、その娘の病気を治し、ベッドから立ち上がらせたことは、だからこそこの12人は、普通の人と全く同じように考えてはなりません。霊力を内に秘めている人たちなのです。もしかしたら彼らも人間の動物的側面に打ち勝って、ついに神の子として真理を語ることができるようになっているかもしれません。イスラエルの諸君、この連中に対する言動にはよくよく注意を払ってもらいたいのです。大祭司ハナンが言った。あいつらが我々を潰そうとしているのだ。どうしてあなたはこんな連中を神などというのですか？判断を誤ってはなりませんぞ。
ガマリエルは答えていった。私はただあの12人をしばらくの間見守っていたいと申しているのです。時が経てば彼らが神からのものか人からのものかがわかります。昔チューダという男が現れた時、人々は彼を預言者だと申しました。そして多くの者が彼に従っていきました。しかし間もなく彼は見放されてしまいました。彼は向こう光で自分の名誉だけを求めていることが分かったからです。さらにユダスという男が現れました。重税に苦しんでいた民衆に訴え、ローマに歯向かうように先導しました。ユダスも神の名によって彼らに語り、何の恐れも抱く必要がないと言いました。しかし彼に従った者は散らされ、彼は殺されてしまいました。ガマリエルが演説している最中に、外で群衆の大きな叫び声が上がった。彼らは声を揃えて、使徒たちを釈放し、我々の手に返せと叫んでいた。彼らは12人の人に自由を与え、民衆のためにもっと奇跡を起こしてもらいたいと強く要求した。彼らの叫び声は長老たちの心を動かした。長老たちはお互いに顔を見合わせながら群衆の怒りを恐れた。群衆の叫びが止んでから、ガマリエルは再び語った。12人の弟子たちを直ちに解いてあげなさい。そうして彼らを自由に泳がせておくのです。彼らが単に人からのものであれば必ず散らされるでしょう。しかし神から使わされたものであるときは、あなた方の方が吹き飛ばされてしまうでしょう。なぜなら、神に対して逆らうことになるからです。しばらく見守ることです。だから平和のうちにここから出してあげるのです。それが神の御心に沿うものであるかどうかを見届けることです。大祭司ハナンと長老たちは、何の罰も与えずに釈放したくなかった。なぜなら、民衆は弟子の勝利をたたえ、イエスが本当にメシアであるとは言わせたくなかったからである。そこで十二使徒は、鞭打ちの刑だけで釈放された。弟子たちは、刑罰に処せられるほど、神に認められたことを喜び合い、自由の身になった。